名作、第83部、10選、ルノワールとセザンヌ。愛らしさと絵画の手触り。ピエール・オーギュスト・ルノワールの遊ぶクロード・ルノワールをめぐって、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの絵画は急速な変容を遂げていた。印象派の革新はすでに広く認められ、次なる動きが模索されていた時代である。そのような過渡期にあって、ピエール・オーギュスト・ルノワールの筆は、決して近代の本流に流されることなく、しかしまた、ただ後ろ向きに伝統にすがるのでもなく、むしろ彼独自の美的信念に基づく探求を続けていた。その信念とは、絵画における幸福の表現であり、人間の肉体や肌のぬくもり、家族という存在の静かな尊さである。そのようなルノワール芸術の円熟した成果の一つが、遊ぶクロード・ルノワール。1905年頃制作である。本作は、画家の末息子クロード愛称ココを主題にした作品であり、ルノワールの家庭的な眼差しと、20世紀初頭における彼の絵画的関心が見事に結晶している。2025年の三菱一号館美術館展、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において本作が出展されることは、単なる家庭画としてではなく、ルノワール芸術の本質に触れる絶好の機会を提供するものと言えよう。遊ぶクロード・ルノワールに描かれる幼い男児は、柔らかい金髪を揺らし、何かに夢中になって遊ぶ姿を見せている。頬は桃のように好調し、まだ言葉を話し始めたばかりのような年頃である。クロードは1901年に生まれているため、制作年とされる1905年頃にはおよそ4歳。絵画の人物と実際の年齢がピタリと重なる。画家の息子をモデルとした作品は美術史に数多くあるが、ルノワールの場合、そこには単なる親の愛情の吐露という以上の繊細な観察と色彩の探求が共存している。クロードの姿は決して肖像画的な硬直性に陥らず、自然な動きと幼児特有の重心の低さがよく表現されている。視線は画面外に向けられており、見る者に何を見ているのかを想像させる余地を残している。この親密な距離感が作品にぬくもりと説得力を与えている。子供を眺める親の視線がそのまま筆先に宿り、愛情というものが単なる主題ではなく、描写そのものの中に埋め込まれている。ルノワールにとって絵筆とは、親としての自分の手の延長だったのではないか。そう感じさせるほどの自然さが本作にはある。ルノワールは1880年代後半以降、人体表現をめぐってある種の危機感を抱いていた。印象派の一員として光と色彩を追い求めた経験は、屋外の風景や日常的な場面において効果を発揮したが、一方で人物表現、とりわけ裸体の日韓をどう描くかという課題には、より構築的なアプローチが必要だと感じるようになったのである。その結果、ルノワールはラファエロやイングレスの古典的伝統に学び、線や輪郭を重視するスタイルへと舵を切った。だが、1900年頃を境に、その構築性に柔らかさが戻り、再び色彩が自由な呼吸を始める。その到達点の一つが遊ぶクロード・ルノワールであり、触覚的とさえ言える筆触によって、子供の肌や衣服、背景の光が表現されている。クロードの肌には、単なるピンクではない複雑な色調が差し込まれており、それは空気と光の中に存在する肉体そのものを表している。頬や手足にはかすかな影が走り、顔の凹凸や柔らかさを丁寧に捉えている。特に注目すべきは、衣服の白いシャツと青いズボンの描写である。白は決して単調なベタ塗りではなく、紫や灰色、黄みを帯びたタッチが重なり合い、織物の質感を感じさせる。青もまた、純粋な群青ではなく、様々な寒暖を含んだ色彩の混交であり、子供の体の動きとともにそのシルエットが微妙に崩れ、揺れている。このような描写の積み重ねが、見るという視覚体験を超えて、触れる、包まれるといった感覚の絵画体験を生み出している。遊ぶクロード・ルノワールにおいては、特別な場面が描かれているわけではない。舞台は明確には定められておらず、屋内か庭先かも定かではない。だが、重要なのはその曖昧さが、日常という祝祭を表現する装置となっている点である。ルノワールは生涯を通じて、
目の前にある幸福を信じ、それを絵筆で肯定しようとした画家だった。船遊びをする人々の昼食のような華やかな社交場面でも、読書する少女のような静筆な室内画でも、そこには一貫して人間の存在の肯定がある。本作においても同様で、子供の遊びというあまりにささやかな時間が絵画によって永遠の価値を獲得している。幸福は創造されるものではなく、発見されるものである。ルノワールの絵画はそう語りかけてくる。彼は美しさや祝福を絢爛たる構想や壮大な構図に求めたのではなく、むしろ何気ない日常の隅々に発見し、それを見逃さなかった。本展、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠では、ルノワールとポール・セザンヌというしばしば対照的とされる画家が並列的に紹介されている。確かに両者の作品には形式感や空間性へのアプローチにおいて大きな違いがある。セザンヌは対象を構造へと解体、再構築する思考を持ち、ルノワールは触覚的な美しさや親密な関係性を重視した。しかしながら、遊ぶクロード・ルノワールのような作品を見るとき、セザンヌ的な形の探求との親和性も浮かび上がってくる。クロードの顔や手足の形態は、幾何学的というよりは柔らかく自然なものであるが、それでも輪郭線は明確に持たれ、空間に対する立体的な把握がなされている。これはルノワールがイングレス的古典主義に回帰した時期の成果であり、近代的形態感覚と感覚的親密性が稀に見る融合を遂げている。遊ぶクロード・ルノワールは、ルノワールが63歳前後で制作した作品である。すでにリウマチが進行していたとされ、身体的制約の中での制作であったことは間違いない。それでも彼は筆を握り続け、むしろ筆を持つ手に包帯を巻き、絵筆を縛り付けてでも描くという執念のような情熱を示している。この時期以降のルノワールは、欲女シリーズに代表されるような肉体性の極致とも言うべき女性像を多数制作していくことになる。だが、その前段階としての本作において、すでに触覚、肉体、幸福、形態が一つの絵画空間の中に同居している点を見逃してはならない。それは、芸術がいかにして老いとともに深まっていくかという問いに対する静かな答えでもある。ルノワールは対抗することなく、むしろ限界の中で新たな表現を模索し続けた。その過程にあって、愛する息子の姿を描くことは、単なる情愛以上の意味を持っていたはずである。ピエール・オーギュスト・ルノワールの遊ぶクロード・ルノワールは、芸術が幸福の証言者であり得ることを証明する作品である。ここには大げさな象徴も政治的主張も存在しない。ただ、一人の子供が夢中になって遊ぶ時間が限りない優しさとともに書き留められている。だが、その何も起こらないことこそが最も偉大な出来事なのだ。絵画とは出来事を書くものではなく、出来事を超えた存在の豊かさを刻印するものであるとするならば、この作品はまさにその本質に迫っている。遊ぶクロード・ルノワールは、芸術が人生を肯定するために存在することを誰よりも強く、しかし静かに語りかけてくるのである。陽光の中の優しさ。ルノワールの作品庭のガブリエルに見る近代肖像の新たな地平。庭と女性、そして幸福の絵画ピエール・オーギュスト・ルノワールの庭のガブリエル。1905年頃制作は、彼の晩年期における最も親密な主題の一つを象徴する作品である。それは、単なる女性像でも、単なる風景画でもない。庭という生活の場に、一人の女性が佇む。その構図の中に、ルノワールが長年培ってきた、幸福の可視化という芸術的課題が、静かで優雅な形で結実している。本作は、オルセイ美術館及びオランジュリー美術館の珠玉のコレクションの中でも特に家庭的なぬくもりと装飾性が際立っており、2025年に三菱一号館美術館で開催される、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠、展においても、ルノワール芸術の最終章を象徴する重要作として紹介されることになる。モデルガブリエル・ルナールの存在。本作に書かれているガブリエル・ルナールは、ルノワール家に長く仕えた女性であり、画家の三男クロード通称ココの恩場であり、
そして何よりもルノワールの絵画の重要なミューズであった。ガブリエルは画家の晩年における数多くの作品のモデルを務め、裸婦から肖像、室内風景まで多様な構図に登場する。彼女はその肉感的な体と穏やかな表情、そして寡黙な存在感によって、ルノワールが追い求めた女性の生命感の理想像として昇華されていった。庭のガブリエルにおいて彼女は、陽の差す庭の中で赤みがかった衣服をまとい、斜めに体をひねる姿勢で描かれている。ここには、決してドラマティックな感情の表出も、主張が強いポーズも存在しない。彼女はそこにいるだけで、見る者に安心感と静筆を与える。それこそがルノワールがガブリエルに託した芸術的信頼の証であり、女性という存在そのものに対する賛歌である。晩年ルノワールの画風官能と絵肌の成熟。1900年代に入って以降、ルノワールの画風は大きな変貌を遂げる。印象派として出発し、光と色彩の革新に没頭した若き日のルノワールは、1880年代以降、古典的秩序と肉体性への回帰を模索するようになる。その過程で彼はルネサンスの巨匠たちラファエロやティチアーノ、ルーベンスに学び、裸体画における形の充実と柔らかさを重視するようになる。庭のガブリエルでもその傾向は明瞭である。色彩は明るく調和的でありながら、柔らかな塗りが画面全体を包み込む。肌の描写には輪郭線の明確さよりも絵の具を重ねることによって生まれる絵肌のニュアンスが重視されており、人物と背景とが緩やかに溶け合うような印象を与える。特にガブリエルの顔や手元に施された微細なタッチは、肉体の温度や血の巡りまでもが伝わってくるような官能的な質感を備えている。ここには体の重さやボリュームがありながら、決して生々しさに陥ることのない美の均衡が存在する。庭という場所が持つ親密性と、ガブリエルというモデルの詩的性、そしてルノワールの熟達した筆致が交錯し、視覚芸術としての純度の高い感動を与えている。絵画空間としての庭、印象派からの継承と再構築庭という主題は、印象派の画家たちがしばしば好んだモチーフの一つである。クロード・モネはジベルニーの庭を生涯描き続け、エドゥアール・マネはスミレの花束を持つベルト・モリゾにおいて庭に佇む女性像を画面に収めた。ルノワールにとってもまた自然と女性、つまり生活と美の交差点としての庭は格好の主題であった。庭のガブリエルの背景には柔らかい日差しに満たされた木々や茂みが描かれており、そこにはルノワール特有の装飾的自然が表現されている。彼の描く庭は決して写実的に細部を追いかけるものではなく、むしろ記憶と感覚のフィルターを通して再構成された視覚的詩情である。その筆色の中には葉のざわめき、風の揺らぎ、そして午後の眠気までもが潜んでいる。そこに立つガブリエルはあたかも自然と一体化した存在として見る者の心にゆっくりと浸透していく。装飾としての肖像空間の中の人物庭のガブリエルが単なるポートレートにとどまらない理由の一つは、それが空間の中の人物として描かれている点にある。つまり、ガブリエルという人物が自己完結的な主題としてではなく、庭という生活環境の一部として構成されているのである。この視点は、19世紀後半から20世紀初頭にかけての肖像画の概念の変容と密接に関わっている。従来、肖像とは人格の記録であり、被写体の外見と内面を表現することが使命とされていた。しかし、ルノワールのような近代絵画の担い手たちは、人物を取り巻く環境や光の状態を含めた視覚の相対として肖像を捉え始めたのである。その意味で、庭のガブリエルはまさに装飾と記録、体と空間、武将と詩情が絶妙に交錯する肖像画の新しい地平を示す作品である。幸福の絵画の頂点としてルノワールは生涯を通じて苦悩や悲劇ではなく喜びや美しさを描きたいと語った。この理念は彼の作品群を一貫して貫く哲学であり、美術史においても得意な地位を築いている。庭のガブリエルはその言葉の最も純粋な結晶である。そこには大きな事件はない。だが光のぬくもり、女性の落ち着いた佇まい、自然と人との調和といった
日常の中の歌が満ちている。これは単なる絵画作品ではなく、一枚の幸福の装置なのである。見る者の心を和らげ、過去と未来をつなぐような時間の感触を与えてくれる。抽象展覧会における役割と現代への示唆。2025年に開催される三菱一号館美術館の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、本作は極めて象徴的な役割を担うであろう。セザンヌが構築的、分析的なアプローチによって、モダンの基礎を築いた一方で、ルノワールは柔らかく情緒的な筆致で、幸福の近代を具現化した。両者は一見対照的に見えるが、共に人間と自然の関係を見つめるという深いテーマにおいて共鳴している。静筆なる構築、時間の川を渡る裸体たち、ポール・セザンヌの作品水浴者たちをめぐってポール・セザンヌの画業の中でも、水浴者たちという主題は、彼の芸術的探求の核に深く関わっている。自然の風景の中に裸体を配し、人物と空間を幾何的に構築し直すこのシリーズは、単なる武将の枠を超え、造形的な実験場であり、感覚と理知の緊張の場でもあった。1899から1900年頃に制作された水浴者たち、オルセイ美術館所蔵は、その象徴的な結実であり、彼が晩年に向かってなお追い続けたビジョンの精髄を体現している。この作品が2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において展示される意義は小さくない。印象派的な感覚性を継承しつつ、造形的な確かさを追求したセザンヌの軌跡は、ルノワールの色彩豊かで感覚的な筆色とは対照的な方向性を取りながら、20世紀絵画の帯同を内包する構造的可能性を開いた。以下では、水浴者たちがはらむ造形的特質、芸術史的背景、思想的含意、そしてルノワールとの比較から本作の持つ意味を照射する。水浴者という主題の系譜とセザンヌの天下セザンヌが水浴者を描き始めたのは、1870年代半ば頃に遡る。ルーベンスやプッサン、ティチアーノといった古典絵画に範を求めつつも、彼は裸体と自然との関係性を構築することに意を注いだ。特に彼が強く意識したのは、自然の継承を幾何的な構成へと還元し、それを理知的な秩序のもとに再構成することであった。本作水浴者たちにおいても、構図は明快な幾何学的安定を施行している。中央に位置する三角形のような構造が画面の安定を担保し、左右に配置された人物群は対象の身体性というよりも形態的リズムとして存在する。裸体たちは決して個としての人間ではなく、自然と共にある一つの有機的な構造体として描かれている。セザンヌはかつて自然の中の円筒と球体と円錐によって全てを処理したいと語ったが、この作品ではその理念が静かに、しかし確かに実現されている。興味深いのは、その裸体がほとんど無個性である点である。顔のディテールは省略され、体の輪郭線すら曖昧である。だがそれゆえに、彼らは時間や場所の制約を超えて、抽象的存在へと昇華されている。それはある種の古代的神話的な光を放つ一方で、同時に全く現代的なモダニズムの帯同とも読める。絵画空間の構築セザンヌの見ることと作ること、水浴者たちにおける最大の魅力は、空間の構成と色彩の調和が同時に成立している点にある。セザンヌの絵画において、見ることと描くことの間には決して無邪気な写生の関係は存在しない。彼の目は対象を再構成することを要求し、その目によって世界は再び組み直される。背景の樹木、空、そして人物の肌それらすべては、異なる色彩の断片が複雑に重ねられながら、視覚的な調和を実現している。筆致は重ね塗りされることで空間に厚みと緊張感を与え、まるで絵画そのものが彫刻のような質量を帯びているかのようである。また本作では、視線の誘導が巧妙に設計されている。中央の人物を起点とし、観者の視線は放射状に広がりながら、画面の隅々へと導かれていく。
遠近法的な一点透視図法とは異なる、視覚の散漫性をも包含した空間、それこそがセザンヌ的な絵画空間であり、キュビスムを準備した構築的感覚の発露である。セザンヌとルノワール、体と空間をめぐる根本的差異同展覧会のタイトル、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠は、19世紀末から20世紀初頭にかけての美術における二つの大きな流れを象徴している。ルノワールは、光と色の快楽的感覚、親密な人間関係の祝祭的表現に長けた画家であり、時に官能の画家とも称される。一方のセザンヌは、感覚の背後に潜む構造を見極め、視覚世界を構築し直す建築家であった。この水浴者たち、ルノワールの浴女と比較したとき、両者の体の扱いの差異は顕著である。ルノワールの浴女たちは、その肌の柔らかさや肉感性において生々しい生命の喜びを宿しているが、セザンヌの裸体たちは感情の表出を拒む。むしろ彼らは空間の部品として沈黙し、そこにあるのは存在すること。そのものの静けさである。また、色彩の使い方も対照的である。ルノワールは色彩を感情の触媒として扱い、光の移ろいと感覚の豊かさを謳歌するが、セザンヌは色彩を構造の手段として用いる。彼にとって色は世界を把握するための論理の一部であり、情緒を語るものではない。セザンヌの晩年と水浴者たちの予兆水浴者たちは、セザンヌの晩年期の代表的モチーフである大水浴図。1906年頃へと連なる重要な中間点である。後者においては、裸体たちの存在はますます象徴的、抽象的になり、人物はもはや自然の中に融合されてゆく。そこには、人間という主題が消滅しつつあるモダニズムの不穏な兆しが見て取れる。したがって、水浴者たちは、そのような終末的とも言えるビジョンへの助走路でありながら、同時に絵画の原初的なとい我々はいかに世界を知覚し、それを像として描き出すのか、という哲学的命題への応答でもある。このような思索的態度は、後のピカソやブラック、モンドリアンらキュビスト、抽象画家たちにとっての礎ともなり、まさにモダンを開いた巨匠としてのセザンヌの面目躍如たる作品である。終わりに沈黙する裸体たちの呼び声。2025年の三菱1号館美術館において、本作水浴者たちはルノワールの色彩と肉体の歌と向き合う形で展示される。その対峙は、19世紀フランス絵画がたどった豊穣な道筋を浮き彫りにしつつ、21世紀の感謝に新たな視点をもたらすだろう。セザンヌの裸体たちは言葉を発さず、時に硬質に見えるが、その奥底では、いかに世界を組み直すか、という問いを静かに我々に投げかけている。継承と構造の深淵において、セザンヌはルノワールとは別の方法で、絵画という永遠の未来を夢見ていた。その夢が本作水浴者たちにおいていかに結晶し、どのように時代へと橋渡しされたのか、その静かな証言が、今我々の眼前に立ち上がろうとしている。不在の気配、舞台の外の詩学。ピエール・オーギュスト・ルノワール作品桟敷席の花束。1880年頃に制作されたピエール・オーギュスト・ルノワールの桟敷席の花束は、彼の画業における劇場空間を扱った数少ない静筆な一作である。その絵には舞台も俳優も描かれておらず、代わりに観客席、すなわち桟敷席の赤い肘掛け椅子の傍らに置かれた花束だけが静かに佇んでいる。この作品は、ルノワールが光や色、人物表現に向けていた関心を一時的に脇へ置き、空間と不在の感覚、すなわち人がいたという痕跡を主題とした極めて詩的かつ知的な挑戦であった。本作は劇場という空間を舞台ではなく観客席から捉えた点において極めてユニークである。しかもそこには人影がない。画面の主役は鮮やかな赤の肘掛け椅子とそこに置かれた一足の花、そしてわずかに見える薄灰色の手すりである。こうした人がいない空間に焦点を当てることは、実は極めて繊細な観察力と詩的感性を要する試みである。通常、劇場を描くとなれば、舞台装置や華やかな衣装、あるいは役者や観客の熱気に満ちた場面が選ばれる。だがルノワールは、
その喧騒が過ぎ去った後の、あるいは開演前の、ひとときの沈黙に美を見出したのである。それはまるで、何かを待っているかのような、あるいは何かが終わった後の余韻を感じさせる。赤い椅子はまだぬくもりを持っているかのようであり、花束は持ち主の帰還を静かに待っている。人物は描かれていないが、だからこそ、その不在がかえって強烈な存在感を放っている。これは、視覚的沈黙を通して、気配や記憶を書こうとする、ルノワールの詩的な眼差しの表れであろう。画面の焦点は、肘掛け椅子に置かれたバラの花束にある。その色彩は赤から白、桃色に至るまで、微細な濃淡をもって表現され、花びらの重なりにはルノワール特有の柔らかな筆致が宿っている。それはまさに、彼が長年描いてきた女性の肌やドレスの質感を連想させる官能性を称えた描写である。しかしこの花束は、単なる生物ではない。それは見えない人物、すなわちこの座席の主の代理者として書かれている。バラはしばしば女性性、に、恋、官能の象徴とされるが、この場合、花束は持ち主であるエレガントな女性の気配そのものを代弁している。つまりこの作品は、一人の女性の不在を通じて、その存在の記憶や気配を視覚的に召喚しているのである。また、バラが舞台に投げられることを考えれば、この花束は観劇を終えた後の記念品、あるいは誰かから贈られた贈答品であった可能性もある。そうだとすれば、この作品は一種の物語を内包した視覚装置であり、見る者の想像を刺激する装置として機能する。花束は誰のものか、彼女はどこにいるのか、なぜ席を外したのか、すべては語られず、しかし感謝の心中には小さな物語が芽生えてゆく。本作で特筆すべきは、その大胆かつ抑制された色彩構成である。画面の大部分を占める赤い椅子の色は、ルノワールが好んで使用したカドミウム系の色彩に近く、赤といっても単調ではなく、陰影により深みと立体感が与えられている。椅子の曲線的な背もたれや肘掛けの部分は黒い輪郭で縁取られ、装飾性を強調していると同時に、画面の構造的安定性を確保している。一方で、背景の灰色や手すりの淡い処理には、光の繊細な変化を捉える印象派的アプローチが残されている。これにより、画面全体は単なる生物的写実にとどまらず、まるで音楽のように色と形が奏で合う、装飾的詩情を称えている。このように、桟敷席の花束は、具象と抽象、描写と構成、生物と物語性という複数の要素が、見事にバランスを持ちながら共存している作品である。まさにルノワールがその画業の中盤において模索した、装飾性と感覚の統一の成果の一端と言えるだろう。ルノワールがこの作品を描いた1880年頃、パリはまさに華やかな都市文化の中心であった。オペラ座や喜劇座などの劇場は社交の場であり、観劇とは舞台を見ること以上に、着飾った観客たちが互いの存在を確認し合う空間であった。特に桟敷席は、貴族階級や新興ブルジョワジーの女性たちが、その美しさやファッションを披露する、見られる舞台ともなっていた。ルノワールもまた、そうした劇場文化に親しんでいた画家の一人である。彼の人物画にたびたび現れるレースやシルク、羽飾りといった装飾的要素は、当時の劇場文化と密接に結びついていた。この作品におけるバラの花束もまた、劇場という社交空間において、女性の存在の痕跡として極めて象徴的な意味を担っている。つまり、舞台を見るための空間ではなく、自身を演出する空間としての劇場その視点からこの作品を捉えるとき、私たちはより深い社会的意味の層に到達することができる。今回の展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠は、印象背後の美術が歩んだ二つの異なる道筋を提示する試みでもある。セザンヌが空間と形態の論理に重きを置き、目に見える世界を再構築することを試みたのに対し、ルノワールは、見ることの喜び、感覚の優越に重きを置いた。この桟敷席の花束における空間処理と色彩構成、そして不在を描くという詩的手法は、セザンヌの持つ理知的構築性とは対照的である。セザンヌであれば、
花束の構造や座席のパースを明確に捉え、それを幾何学的に配置したであろう。しかしルノワールは、あえてパースを曖昧にし、視線を特定の焦点に導かないことで、空間に漂う感覚や余白の美を追求した。このような比較は、印象派以後のフランス美術が、感覚の絵画と構築の絵画という、二つの軸をどのように発展させていったかを理解する上でも重要な視座を提供してくれる。ルノワールの桟敷席の花束は、まさにその感覚の軸における象徴的作品として位置づけられるべきである。桟敷席の花束は、ルノワールが単なる印象派の画家にとどまらず、詩的空間や記憶の層にまで関心を広げていたことを示す、静かな野心作である。人物を描かずに人物の存在を語る。舞台を描かずに劇場のドラマを伝える。花束はそのすべての代理として画面の中で豊かな声を発している。現代において私たちはしばしば視覚情報の洪水にさらされているが、ルノワールがこの作品で示したような視覚の沈黙、あるいは不在の美を感じ取る感性こそ、再び取り戻すべき資質なのではないだろうか。そこにあるのは、見ることの根源的な優越、そして想像力が織りなす芸術の原風景である。この花束が静かに語りかける言葉に、見る者はどのような物語を重ねるのか、その問いこそが、絵画における真の対話である。花の形、生命の交際。ピエール・オーギュスト・ルノワールの作品、バラ。ピエール・オーギュスト・ルノワールは、印象派の巨匠として名高いが、その画業は印象派の範疇にとどまるものではない。生涯を通じて追求し続けたのは、対象に宿る美のエッセンスと、人間や自然が持つ生命の輝きを画面に昇華させることであった。とりわけ、1890年頃のルノワールの絵画に見られる生物画の展開は、印象派の明るい筆致を継承しつつ、より深い絵画的構築性と感性的豊穣さを融合させたものとして注目される。本校にて扱う、バラ、オルセイ美術館所蔵は、そのような時期に描かれた一枚であり、静筆かつ濃密な色彩の中に、花というモチーフの限りない変装を展開している。2025年に三菱1号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠では、ルノワールとセザンヌという二人の画家の視線が交錯する中で、この作品も重要な役割を果たすだろう。以下では、このバラが表す造形と言語の問題、美の哲学、そしてルノワールの画業全体における位置づけについて詳細に論じていく。絵画史において、花は古来より象徴的、装飾的な意義を担ってきた。とりわけバラは、愛に、儚さ、女性性、官能、さらには宗教的な純潔や純教をも象徴する重層的なモチーフである。ルノワールがこのような題材を選んだことは、単なる生物画としての意匠ではなく、彼の美的理念そのものの具現化であったと言える。1890年頃という時期は、ルノワールにとって転機の時期である。すでに印象派的なスタイルを脱しつつあり、より構築的な形態、滑らかな表面処理、そして古典的な美の復興を志向していた時期である。彼がバラを描くことは、単なる花の美しさを捉える試みではなく、それを通して人間の官能的感受性と自然の継承を統合する新たな画風を模索する鋭意であった。バラの画面において、まず見る者の目を引くのは、花びらの豊かな色彩の響きと、それが画面全体に及ぼす柔らかな広がりである。中心に描かれたバラは、開花の瞬間を永遠に止めたかのように生々しく、赤やピンク、白の濃淡が幾重にも重ねられている。その色彩は単なる色の再現にとどまらず、光と空気の流れをも巻き込みながら、画面に生命を吹き込んでいるように見える。背景はあえて単純化されており、柔らかな茶褐色や快緑色によって彩られている。これにより、花の持つ色彩のバイブレーションが一層際立つ効果を生み出している。このような処理は、背景をぼかして主題を浮かび上がらせるという印象派の技法を継承しつつ、同時にルノワールの構成主義的な思考を示していると言えよう。筆致は、印象派的な細かいタッチからやや離れ、より滑らかで緻密な処理がなされている。花弁の一つ一つが、あたかも陶磁器のような質感を持ち、
光を内包するかのような艶やかさを称えている。筆跡の存在を感じさせながらも、それが自己主張することなく、モチーフの魅力を支える構造の一部として機能している点に、晩年に至るルノワールの筆致への革新が見て取れる。ルノワールにとって、色彩とは単なる表層ではなく、対象が発する内的なリズムであり、見る者の感性に直接訴える力を持っていた。バラの花びらのグラデーションは、まるで人肌のような柔らかさを持ち、光の具合によって色が溶け合うように感じられる。これはルノワールが女性像を描くときと同じような官能的感覚が生物にも応用されている少佐である。彼が描く花は単なる植物学的記録ではなく生きた存在としての花である。花は咲き、やがてしおれ、枯れていくが、その一瞬の身にこそ永遠の輝きが宿る。ルノワールはそうした刹那の美を捉えることで、見る者に感覚の喜びを喚起させようとした。とりわけこのバラにおいては、視覚的快楽の純粋化が極めて高い水準で達成されている。構図の簡潔さと色彩の豊かさのバランス、マチエールの滑らかさ、筆致の抑制が織りなすハーモニーは、ルノワールが到達した視覚史とも呼ぶべき境地を示している。ルノワールの花の絵は、しばしば人物画と比較される。特に、バラの花びらの重なりや丸みには、女性の体を思わせる柔らかさや生めかしさが宿っており、見る者の記憶や感覚を喚起する装置として機能する。つまり、バラは生物でありながら人物画的な身体性を内包するというルノワールならではの逆転的構図を体現している。2025年三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠は、ルノワールとセザンヌという一見対照的な画家の作品を併致し、19世紀末から20世紀初頭にかけての美術の変革期における彼らの貢献を再評価するものである。その中で、このバラが果たす意義は極めて大きい。セザンヌがリンゴ、野生物で追求したのは、形の堅牢さ、色彩の関係、そして空間の闘魚であったのに対し、ルノワールのバラは、より感覚的、官能的なアプローチである。どちらも生物画でありながら、対象への眼差しは全く異なる方向を向いている。すなわち、セザンヌが、見るとは構築することであるとするなら、ルノワールは、見るとは感じることであった。この対比は、展覧会全体を通じて通奏低音のように響くテーマであり、バラはその象徴的な作品として、見る者に問いを投げかける。すなわち、美とは何か、見るとは何か、感じるとは何か、と、ピエール・オーギュスト・ルノワールのバラは、その小さな画面の中に、彼の芸術思想のエッセンスを凝縮させた作品である。華やかさの背後には、花が持つ儚さと、感覚の絶対的瞬間が封じ込められており、それゆえに見る者の心を打つのである。セザンヌが自然を円筒、球、円錐によって処理することを求めた一方で、ルノワールは自然の中にある柔らかさ、温かさ、愛おしさを描こうとした。どちらの方向も20世紀以降の芸術にとって欠かせぬ礎となり、以降のモダンアートに多大な影響を与えた。バラは、そのようなルノワールの到達点を示すだけでなく、芸術における感覚の復権という課題を私たち現代人に改めて喚起する装置でもある。この作品が再び日本において公開される意義は、単なる歴史的美術品の展示にとどまらず、美と性の原点を見つめ直す貴重な契機となるであろう。作品帽子の女、ルノワール晩年の芸術的昇華と女性像の究極。置いてなお輝きを放つ筆色ピエール・オーギュスト・ルノワールが晩年に描いた帽子の女は、画家としての到達点とも言うべき深い美意識と、老境に至ってなお旺盛であった創作意欲とが見事に融合した作品である。本作は、ルノワールがリウマチにより両手を変形させ、絵筆を手に縛り付けて描かざるを得なかった最晩年期のものであるが、その筆致は驚くほど生き生きとしており、まるで若き日のエネルギーを取り戻したかのようなみずみずしさに満ちている。モデルの女性は名を残していないが、当時ルノワールのアトリエに出入りしていた若い女性たちの一人であった可能性が高い。と同時に、本作は
誰か特定の人物の肖像であることを超えて、女性という存在の美を画面のすべてに宿らせる試みであったと見るべきである。顔、衣装、帽子、背景、そのすべてが調和し、一つの美の総体として立ち現れるのだ。帽子のモチーフ、人工と自然の交差点。この絵における最大の視覚的焦点は、言うまでもなく女性のかぶっている帽子にある。大きく波打つつばのある帽子は、豊かな布地、羽、あるいは花などで飾られており、複雑な質感と色彩が幾層にも重なっている。それは19世紀末から20世紀初頭にかけての女性の装いを象徴するアイテムであり、社会的地位や流行の指標であると同時に、画家にとっては極めて魅力的な造形モチーフでもあった。ルノワールは帽子を描く際、布地の柔らかさ、光を受けて揺らめく羽の質感、花弁の濃淡といった微細な表情を的確に捉えつつも、それをリアリズムに留めることなく、あくまで感覚的な美の本流として画面に定着させている。帽子は単なる衣服の一部ではなく、モデルの内面や個性を映す鏡であり、さらにはルノワール自身の色彩と形態への欲望が集中する場でもある。光の視覚、背景と願望の関係。ルノワールの作品に共通する特徴として、背景の扱いの巧みさが挙げられる。帽子の女においても、背景は緻密に書き込まれることなく、むしろ柔らかくぼかされ、色彩の微妙なグラデーションによって構成されている。この背景の曖昧さが、女性の顔や帽子、ドレスといった具体的なモチーフを際立たせるとともに、空間に豊かな広がりと柔らかな空気感をもたらしている。特に注目すべきは、顔の描写におけるルノワールの色彩的冒険である。ピンク、サーモン、オークル、乳白色などを複雑に重ねながら、肌の質感がまるで呼吸するように表現されている。帽子の影が頬に落ちる部分には、柔らかなグレーや青のトーンが混在し、写実を超えた詩的な光が生まれている。目元や口元の描写は詳細でありながらも決して硬直せず、むしろ全体の印象の中に溶け込むように処理されている。そこには、顔の造形そのもの以上に、存在の気配や情感を描こうとするルノワールの意志が感じられる。肖像画としての普遍性と匿名性。本作が肖像画でありながら、特定の人物の電気的情報に依存していない点も重要である。それは、この作品が肖像を超えた女性の理想像、いや、さらに言えば、芸術としての女性像を体現しているからである。鑑賞者は、この女性が誰であるかを知らなくても構わない。むしろ、その匿名性ゆえにこそ、見る者は自らの記憶や感情をこの画面に重ね、自由に想像を広げることができる。ルノワールにとって女性とは、常に美と生命力の象徴であった。特に晩年になると、彼の筆は次第に個人の特徴から離れ、理想化された存在としての女性を追い求めていくようになる。帽子の女もまた、その過程における頂点の一つであり、モデルの個別性を超えて、普遍的な女性性を顕現させた作品と言える。病を超える筆致、老境の画家の奇跡。この絵を語る際に忘れてはならないのは、ルノワールがこの作品を制作していた頃、すでに彼の肉体は極限状態にあったという事実である。慢性的な関節リウマチにより指は変形し、キャンバスの前に座ることさえ困難になっていた。絵筆は彼の手に包帯で巻きつけられ、助手の手を借りながら画布に向かわざるを得なかった。それにもかかわらず、この作品からは苦痛の気配は全く感じられない。むしろそこにあるのは、優しさ、明るさ、そしてぬくもりである。この明るさは、病に打ち勝った精神の光とでも言うべきものであり、絵を描くことがルノワールにとって生きることそのものであったことを強く示している。事実、ルノワールは晩年においても、画布の前に立つことを決して止めなかった。彼にとって絵画は自己表現の手段である以上に、美という概念と直結した性の証だったのである。帽子の女の柔らかな筆触、温かみのある色調、そしてそこから立ち上がる女性のしなやかな存在感は、すべて生きることの賛歌に他ならない。装飾性と構造性、ルノワールとセザンヌの対比。2025年三菱一号館美術館で開催される、
ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展において、この作品が果たす役割は大きい。セザンヌが構造的な探求を通じて近代絵画の基礎を築いたのに対し、ルノワールは感性と装飾性に軸足を置き、人物表現の可能性を極限まで探求した。二人は共に近代絵画の扉を開いた存在でありながら、方法も思考も全く異なる。帽子の女は、ルノワールの芸術がいかに装飾的であったかを如実に示すものである。だが、それは表層的な意味での装飾ではない。装飾とはすなわち、色彩、形態、空間を用いて感覚的な喜びを生み出すことであり、それ自体が意味であり構造なのだ。このように、装飾と構造が分かちがたく結びついている点こそ、ルノワールの芸術の独自性であり、セザンヌとは異なる形でモダンを切り開いたゆえんである。帽子の女に見る永遠性、完成の遺産。最後に強調しておきたいのは、帽子の女に書かれているものが、単なる過去の一瞬ではなく、永遠の実の形であるという点である。絵の中の女性は、特定の時代や場所に縛られてはいない。彼女の装い、表情、存在感は、あらゆる時代の鑑賞者の心に語りかける普遍性を備えている。ルノワールはこの作品を通じて、美とは何か、女性を描くとはどういうことか、という問いに対する自らの答えを示している。それは写実でも象徴でもなく、感性によって見出され、感性によって構築される実である。そしてその実は、良や老い、あるいは時代の変化すらも超えて、なお人々の心を捉え続ける。バラを刺したブロンドの若い女性、ルノワール晩年の光と生命、永遠の女性像を描く、最晩年の輝き。ピエール・オーギュスト・ルノワールがその生涯の最終局面で描いた、バラを刺したブロンドの若い女性は、彼の芸術的栄意が晩年においてなお衰えることなく、むしろ一層高まりを見せていたことを示す傑作である。ルノワールは、この作品を描いた時期、関節リウマチによって体が甚だしく蝕まれており、両手の指は変形し、絵筆を手にすることすら困難な状態であった。だが、そのような肉体的困難にもかかわらず、彼の筆はなお、かつてと変わらぬ、いやそれ以上の情熱と直感に満ちた色彩と線の本流を画布に解き放っている。本作に書かれているのは、若きアンドレ・マドレーヌ・ウシュリングである。彼女は後に、カトリーヌ・ヘスリングとして映画女優となり、ルノワールの次男である映画監督ジャン・ルノワールと結婚することになる。すなわち本作は、ルノワールの最後のミューズにして、彼の家族の一員となる女性の姿を記録した、極めて詩的でありながら普遍的な美の追求を感じさせる肖像画である。柔らかさと輝きの中に宿る生命。画面には、肩をあらわにした若いブロンドの女性が、やや伏し目がちに佇んでいる。髪には、柔らかなピンク色を帯びた満開のバラがさりげなく刺され、その甘美な色調は女性の頬の好調と呼応するかのようである。背景は曖昧にぼかされ、どこまでも柔らかく、周囲の空気そのものが光を含んでいるかのような描写によって、女性像がまるで無限の中に浮かんでいるような印象を与える。ルノワールがこのような描き方を好んだのは、もはや写実的に、正確に、人物を描くことではなく、存在の本質、すなわち、光、と、美と、生命、を画面に凝縮させることを目指していたからであろう。肉体はここで単なる物質的存在ではなく、輝きの中に溶けるような感覚の塊として再構築されている。肌のトーンは驚くほど繊細に変化し、色彩の重なりとともに温度すらも感じさせる。指の変形を押して絵筆を握った画家の手が、これほどまでに生き生きとした存在を生み出したという事実には、感動を覚えざるを得ない。花と女性モチーフの融合。ルノワールはしばしば女性像に花を添えた。これは単なる装飾ではなく、彼の美意識の革新に関わる意図的なモチーフの融合であった。とりわけ1900年代以降、彼が好んで描いたのが、バラであり、それも咲き誇る状態のバラであった。バラの花は女性美の象徴として古くから用いられてきたが、ルノワールにおいてはそれが単なる偶意を超え、女性そのものと不可分な存在として描かれている。この作品においても、紙に刺されたバラは、
装飾的でありながらも明確な中心性を持ち、女性の内面を静かに語っているように見える。花の質感、色調のニュアンス、そして女性の肌との対比や同調が、まるで絵画の中に調和の音楽を奏でているかのようだ。女性と花の間には境界がない。ルノワールの筆致はその両者を溶け合わせ、自然と人間の親密な関係性を体現している。晩年の理想味クラシシズムへの回帰と昇華。ルノワールの晩年作品に見られる傾向として、クラシシズム的な理想味への回帰が挙げられる。若き日には印象派運動の中心人物として、外交の変化や瞬間の印象を捉えることに心血を注いだルノワールであったが、1900年代に入ると彼は明確に、より高級的な形式美を志向するようになる。その背景には、イタリア旅行で見たラファエロやティチアーノなど、ルネサンス絵画への系統があった。本作にも、そのような古典的近世や穏やかな構図への回帰が見て取れる。女性の姿勢、視線、背景のぼかし、色の抑制といった要素が巧みにバランスを持ち、どこかルネサンス的な安定感をもたらしている。だが、これは単なる古典様式の模倣ではなく、印象派の光の理論、そして近代的な色彩感覚とが結びつくことで、ルノワール独自の美学が確立されているのである。肖像の向こうに見える芸術家の心象。アンドレウ・シュリングというモデルの個人的な背景を知ることで、この肖像画は一層深い意味合いを帯びてくる。彼女は単なるモデルではなく、ルノワールの生活圏において重要な存在であり、芸術的インスピレーションの源泉でもあった。彼女の魅力は、単に外見的な美しさだけでなく、ルノワールが女性に対して抱いた理想そのものを体現していたのかもしれない。本作の中で彼女は、時の流れから切り離されたような静筆な存在として書かれている。その静けさの中に、ルノワール自身の人生観、芸術観が染み込んでいるようだ。加齢と病が進行する中でも、ルノワールは絶えず、美への信仰を貫いた。そしてこの作品こそ、その信仰の果てにたどり着いた、祈りにも似た筆触なのである。終焉と始まりの接点、ルノワールからジャンルノワールへ。興味深いのは、このモデルが後にジャンルノワールと結ばれ、映画という新たな表現手段の中で芸術の歴史に連なっていくことである。アンドレウ・シュリングすなわちカトリーヌ・ヘスリングは、ジャンルノワールの初期作品に数多く出演し、サイレント映画において独特の存在感を放った。そうした芸術的連鎖の原点が、この静かな肖像画にあるとすれば、本作は一つの終焉であると同時に、新たな芸術の邦画とも言えるだろう。油彩という性的なメディウムの中に、映画という動的な芸術の未来が見出されるというこの継承関係は、まさに20世紀の芸術が辿った軌跡を象徴している。そしてそれはまた、ルノワールという画家が、単に印象派の巨匠にとどまらず、より大きな時代の流れの中で重要な位置を占めていたことを物語っている。2025年三菱一号館美術館展における意義。2025年に三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、この作品が展示されることの意味は大きい。ここでは、同時代にありながらも全く異なる造形言語を選んだルノワールとセザンヌが対照的に紹介される。その中で、このバラを刺したブロンドの若い女性は、ルノワールの芸術が最後まで人間の美と感性に根ざしていたことを明確に示すものである。セザンヌが構造と知性によって近代絵画の基礎を築いたのに対し、ルノワールは感性と喜びによって芸術の人間的な側面を堅持した。本作は、まさにその最終的な結実と言える。そこには、時代の終わりと人間の永遠が同居しており、ルノワール芸術の豊穣なる遺産を私たちに静かに語りかけている。肉体の光、精神の影、ピエール・オーギュスト・ルノワール頬杖をつく女に見る晩年の神秘と存在の問い。1910年から1914年の間に書かれたルノワールの頬杖をつく女は、その柔らかな光彩と圧倒的な肉感性を称えながら、画家の晩年における表現の到達点を物語るような一作である。本作はオランジュリー美術館のコレクションに属し、2025年に三菱一号館美術館で開催される
ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠展においても、注目すべき作品の一つとして展示される。その意味においても、単なる女性肖像の枠を超えて、20世紀美術の邦画に接続するルノワール晩年の画業の革新として再評価される契機ともなろう。頬杖をつく女の画面構成は至って簡潔である。モデルとなる女性は画面の中央に腰掛け、ややうつむきながら頬に手を当てて試作的な表情を浮かべている。背景には明確な奥行きや舞台設定がなく、曖昧な色彩の重なりと柔らかなグラデーションが空間を満たしている。その中に、女性の頬、二の腕、指先といった体の諸部分が、まるで陽光を浴びた果実のように発光しながら浮かび上がっている。このような空間性の希薄さと体の組成表現の対比こそが、ルノワール晩年の最大の特質である。彼の筆致は、もはや物の輪郭を強調せず、輪郭線をぼかし、肌の質感や肉の柔らかさをにじませることで、武将と抽象の淡いにあるような印象を画面全体に漂わせる。ここでは人物というより、光の塊としての存在が書かれているのだ。この点において、頬杖をつく女は肖像画というジャンルからも逸脱している。モデルが誰であるかは明らかではなく、画家の妻アリーヌやオンバ・ガブリエル、あるいは長年のモデルであった女性たちのいずれかである可能性もあるが、決定的な証拠はない。しかし、それこそがルノワールの意図でもあろう。すなわち、この作品は、誰が描かれているかよりも、描かれたものがいかにそこにあるか、ということを主題とするからである。ルノワールは晩年、自らの病との戦い関節リウマチという激しい痛みを伴う持病の中でも創作を止めることなく、むしろその中で肉体表現の極致を追い求めていた。頬杖をつく女においても、モデルの頬の柔らかさ、腕の厚み、肩の膨らみといった肉の質感が必要なまでに書き込まれている。それは自然主義的な写実とも異なる感触としてのリアリティである。このような肉体描写の徹底は、ルノワールが古代彫刻やルネサンス絵画に範を取った新たな古典主義を施行していたこととも無関係ではない。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ルノワールはイタリアを旅行し、ラファエロやティチアーノ、ルーベンスといった古典的巨匠たちの作品に魅了されていく。彼の言葉に、絵画において真に不変なのは、美しい肉体を描くことだ、とあるように、人体こそが時代や潮流を超えて絵画を支える基盤であるという信念が、作品の根底にはある。その結果、頬杖をつく女の女性像には、単なる鑑賞や気分の描写ではなく、より永続的な存在の美が託されている。手を頬に当てたこの姿勢は、試作する女というより、静筆な時間のうちに没入する一個の生き物としての姿を映し出す。言葉を持たず、ただそこにある。感謝はそのありようを画面越しにじっと見つめるしかない。ルノワール晩年の筆致は、印象派時代の軽やかな点描的タッチからさらに進化し、より滑らかで官能的なストロークに変化している。頬杖をつく女では、肌の描写に細密な色の層が重ねられ、ピンクやオレンジ、白、そしてかすかに青みを帯びた影が、肌の起伏に沿って溶け合っている。ここにはもはや、色と形の統合という問題ではなく、色彩そのものが形を生み出す、という逆転した視座が感じられる。体は輪郭によってではなく、筆色によって生成される。つまり、線による構成ではなく、面と面の間に発生する緊張と誘拐のリズムの中で、体がそこにあるように見えてくるのである。これはセザンヌが目指した構築的な空間の生成とは異なる方法で、同じく近代絵画の一つの終点としての実在感を追求した結果であると言えよう。頬杖をつく女の魅力の一つは、その表情に漂う静けさと、どこか夢見るような内省性である。目は半ば閉じられ、口元には言葉にならぬ感情のかすかな波が浮かんでいる。頬に触れる手の柔らかさは、まるで自身の存在を確かめるようでもあり、何かを思い出すようでもある。しかし、ここで描かれる内面は、19世紀的な心理描写としてのそれとは異なる。ルノワールの各女性像は、常に個人の物語から解き放たれている。むしろ、思考の一歩手前にある、感じること、佇むこと、といった
人間存在のプリミティブな次元が前景化されているのだ。この沈黙と内省のありようは、印象派の瞬間の光を超え、永遠の時に身を委ねるような姿勢へと変貌している。彼女は語らず、動かず、ただそこにいる。その沈黙は感謝の思考を誘導する余白であり、見る者の感覚を深く静かなところへと引きずり込んでゆく。2025年、東京、三菱一号館美術館で開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、本作が展示される意義は大きい。セザンヌが同時代において追求した構造としての絵画、秩序としての自然に対し、ルノワールは感覚としての絵画、肉体としての自然を徹底した。その両者の違いが、かえって20世紀美術の多様性の根を成している。セザンヌが風景や生物において空間の緊張と構築性を示し、抽象絵画の先駆者として未来を切り開いたのに対し、ルノワールは肉体と感触を軸とした感性の深度にくぐり込み、絵画を官能と生命の場へと変貌させた。頬杖をつく女は、その成果を象徴する作品であり、近代美術が人間の眼差しをどう保ち得るかという問いへの一つの回答でもある。頬杖をつく女は、単なる女性像にとどまらず、画家自身の存在をも鏡のように映している。老い、病、時の流れそれらの現実を前にして、なおも美と光を信じ、筆を取り続けたルノワール。その晩年の作品群は、いわば老いの美学そのものであり、人間が生きることの根源的な意味を、静かに、しかし力強く照射している。画面に差し込む柔らかな光は、もはや太陽の光ではなく、画家自身の内側から発せられる、見る力の光であろう。頬に手を添えた女性の沈黙は、見る者の心をそっと撫で、語りかける。あなたもまた、そこにいると。それは、絵画という形式の中で、最も純粋な人間の皇帝であり、ルノワールが生涯をかけて到達した、最も静筆で深い愛の形である。母性の光、絆の眼差し。ピエール・オーギュスト・ルノワール、ガブリエルとジャンをめぐって、1895年から96年にかけて制作されたピエール・オーギュスト・ルノワールのガブリエルとジャンは、一見すれば家庭的で親密な情景を描いた商品に過ぎないかのように見える。しかし、その柔らかな光と輪郭の内に込められた視線の交差、繊細に調和する人物と背景との関係、そしてルノワール芸術の本質を語る上で決して欠かすことのできないモチーフの出現、すなわち家族、女性性、遊戯、そして装飾性のすべてが、この一枚に凝縮されている。本校では、2025年三菱一号館美術館にて開催された展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠にも出展されたこの作品に注目し、ルノワール後期の代表作の一つとして、時代背景や画家の生活、そして表現上の特質に即して多角的に考察を試みたい。家族の肖像画としての機能と私的領域の美化。ガブリエルとジャンに書かれているのは、ルノワールの次男ジャン・ルノワール後の映画監督と、その恩場であり後に多くの作品でモデルを務めることになるガブリエル・ルナールである。ガブリエルはジャンの誕生直前からルノワール家に住み込み、事実上の家族として迎え入れられた存在であった。本作品はまさに、そんな内輪の関係性を温かく描いた作品であり、当時のルノワールの芸術が公共性から私的親密性へと重心を移していく兆しを如実に示している。特に注目すべきは、画家が家族の情景を単なる私的記録としてではなく、普遍的な美と情感の対象として昇華させている点である。これは印象派の瞬間の視覚から脱却し、古典的構成と装飾的調和を追求していたルノワールの姿勢と深く結びついている。つまり、彼にとって家族とは、単に生活の対象ではなく、芸術の再構築を支える美の母体だったのである。ガブリエルという存在モデル、家政婦、そして芸術の女神。ガブリエル・ルナールの存在は、単なる恩場という枠を超えて、ルノワール芸術の変遷を語る上で欠かせない。彼女は後に多くの作品、特に裸体画のモデルとして登場し、ルノワールが描く女性美の理想像の具体化に大きく寄与した。しかし、ガブリエルとジャンにおけるガブリエル像は、
まだ聖なる裸婦としての役割を担う前のものであり、あくまで優しさと保護の象徴として、母性に満ちた姿で描かれている。その顔立ちは繊細な筆致で捉えられ、かすかに微笑む口元や落ち着いた目元には、恩母というよりもむしろ母親のような安堵感が漂っている。この時期、妻アリーヌは体調を崩すことも多く、家庭の中心的な役割をガブリエルが担っていたことを考慮すれば、彼女の存在は家族をつなぐ静かな柱であり、芸術的なインスピレーションの源泉でもあったと言えるだろう。光の中の親密さ、絵画空間の構成と視線の操作。この作品を見る者はまず、キャンバスの中央に配置された2人の人物に目を奪われる。ジャンの無垢な視線とガブリエルの柔らかい表情は、あたかも観客に語りかけるような親密さを持って迫ってくる。特筆すべきは、その周囲を包む環境描写が極めて簡略化され、輪郭をほとんど描かずに色彩のグラデーションによって雰囲気を醸成している点である。前景の茶色い塊のようなテーブルや、背景のタペストリー、さらにはおもちゃの羊飼いや牛までもが、まるで光の中に浮かぶ幻影のように扱われている。これはルノワールが晩年に好んだ技法であり、物の実態を描くのではなく、見えるものの曖昧さを通して感覚を表現するという、装飾性と象徴性を融合したアプローチである。このような描写の中で、人物の輪郭だけが際立ち、観者の視線をそこへ集中させる効果を生んでいる。これは単なる視覚的演出ではなく、ルノワールが目指した人間の中心性、すなわち自然や道具よりも、あくまで人間の表情や関係性が最も尊いという信念の表れと捉えることもできる。子供というテーマ。ルノワールのユートピア的幻想。ルノワールが多くの作品で子供を描いたことはよく知られている。彼にとって子供とは、無垢と希望、生命の喜びの象徴であり、日常の憂いから解き放たれた自由の化身でもあった。ガブリエルとジャンもまたその系譜に属する作品であり、ジャンの幼い眼差しと小さな手の動きには、時代や言語を超えた普遍的な愛らしさが宿っている。ここでのジャンは、物語の主人公というよりも、ガブリエルとの関係性によって生かされた存在である。その視線は鑑賞者を見ているようでいて、同時にガブリエルへも向けられ、さらにはおもちゃへと導かれる。こうした視線の連鎖が絵画全体に柔らかなリズムをもたらし、見る者を無意識のうちに作品内部へと誘う。このように、ルノワールにおける子供は、ただの家族の一員ではなく、世界の祝福と希望を具現化した存在として書かれている。それはルノワールの自然観や人間観の根底にある楽天主義的世界像ともつながっており、同時代のセザンヌやゴーギャンの内省的、あるいは象徴的な表現とは対照的である。静けさの中の革新。セザンヌとの対比において本作品が2025年のルノワール×セザンヌ展で取り上げられた意義は、ルノワールの詩的世界とセザンヌの構成世界の対比にある。セザンヌは見ることの構造を問い続けた画家であり、彼の作品は一見すると静けさに満ちていながら、内在する形式的緊張感によって構築されている。一方、ルノワールのガブリエルとジャンは、形式を曖昧にし、絵の具の柔らかな筆致と色の混ざり合いによって、あたかも絵画が呼吸しているかのような印象を与える。ここには構築性ではなく、関係性があり、計算ではなく、官能がある。ガブリエルとジャンが交わす無言のやりとり、視線のぬくもり、空気の濃度の変化までもが、色彩のうねりとして書かれているのだ。このような非構造的親密性は、セザンヌの理知的な探求と対象をなすものでありながら、どちらも近代絵画の基礎を築いたという意味では、深い親和性を有している。まさに、この展覧会の企画意図に沿って、両者の差異と共鳴が明確に示された瞬間でもあった。結語絵画という名の時間装置、ガブリエルとジャンは、ただ家庭の一場面を描いただけの作品ではない。それはルノワールが築いた人間愛と女性性、家族というテーマの一つの到達点であり、静かな日常の中に永遠の時間を閉じ込めた絵画という名の時間装置である。繊細な顔立ちと柔らかな視線が織りなすこの一枚の画面は、感謝に語りかける。愛とは、絵画とは、人生とは、こういうものではないかと。ルノワールが晩年に向かう中で追い求めた美の本質が、
ガブリエルとジャンという二人の登場人物を通して、ひときわ輝きを放っている。原始と現実の淡いに咲く色彩の楽園。オディロン・ルドンの作品、グランブーケ大きな花束をめぐって、オディロン・ルドンの芸術は一見しただけでは容易にその全貌を捉えることができない。19世紀後半、ルドンは版画や木炭画を中心とするノワール黒の時代で名を馳せ、怪物的で無限的なイメージを暗黒の中に浮かび上がらせる作品を発表してきた。だが、1900年前後になると、彼の画面は劇的な変化を遂げる。それまでのモノトーンの世界から、突如として豊かな色彩の宇宙が開花し始めるのだ。その色彩の到達点、あるいは彼の色の時代の一つの頂点とも言える作品が、1901年に制作されたグランブーケ大きな花束である。本作は、かつてパリのサロンドラペにしつらえられたバロネス・ロートシルトのサロンを飾るために描かれた装飾画の一つであり、当時のルドン芸術の総合性と成果を集約した存在でもあった。その後、長らく所在不明となっていたが、20世紀末に発見され、現在は三菱一号館美術館が所蔵している。本校では、まさにこの奇跡のように現代に蘇ったグランブーケを中心に、ルドン芸術の本質とその文化的、象徴的意義を読み解いていきたい。まず、画面そのものに目を向けよう。グランブーケにおいて我々を圧倒するのは、その構成力と色彩の奔放さである。巨大な花々が画面いっぱいに咲き乱れ、まるで現実の植物でありながら、同時にどこか現実離れした無限的な空気を帯びている。花瓶に生けられたそれらの花は、ルドンが愛した自然のイメージでありながら、彼自身の内なる幻想世界の具現でもある。ルドンは、私は目に見えるものを再現しない。見えたままのものではなく、私の内なるビジョンを描くのだと語っている。本作も、現実の花束ではなく、彼の精神世界が生成した幻の花々なのである。チューリップやポピー、アネモネ、スミレ、あるいは分類不能な想像上の植物たち、それらが自由に構成され、空間の重力すら逸脱して浮遊しているように感じられる。パステルによる表現は、柔らかく粉を吹いたような質感を伴い、色彩を空気のように拡散させる。赤、青、黄、ピンク、紫、そのすべてが調和しつつ、なおかつ互いに干渉し、刺激し合い、まるで音楽のようなリズムを持って画面を振動させる。この色彩の交響曲こそがルドン芸術の真髄であり、本作はまさにその最高潮にあると言ってよいだろう。グランブーケが制作された背景には、芸術と生活の融合という19世紀末の芸術観の変化がある。当時、ウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動をはじめとして、芸術はもはやギャラリーや宮殿の中だけのものではなく、日常の生活空間にまで深く浸透すべきであるという考え方が広まりつつあった。ルドンもまた、このような芸術の装飾性に深い関心を抱いていた。彼の師であり、象徴主義詩人でもあったステファヌ・マラルメとの親交は、その方向性をさらに明確にした。グランブーケが当初、貴族の邸宅の壁面を飾るための装飾画として構想されたことを考えれば、この作品が単なる絵画作品にとどまらず、空間を詩的に変容させる装置であったことがわかる。とはいえ、その装飾性は単なる形式美ではない。そこには、精神的象徴の層が幾重にも織り込まれている。花は生命の象徴であり、同時に死や再生、変容を示すメタファーでもある。特にルドンにとっての花とは内面から咲き出るものであり、魂の象徴そのものでもあった。画面中央の巨大な花束は、いわば魂の花瓶に生けられた精神の花々なのである。ルドンの色彩的作品には、しばしば東洋の美意識や宗教観が読み取れると言われている。実際、彼は日本の浮世絵に親しみ、また仏教やヒンドゥー教の図像にも強い関心を示していた。グランブーケに漂う浮遊感や構図における対称性、さらには物質的リアリズムからの解放といった特徴は、西洋自然主義とは一線を画する東洋的空間感に近い。また、ルドンが愛した輪廻転生、内なる宇宙といった観念も仏教思想と親和性がある。
本作に咲く花々が単なる生物ではなく、魂の変容の象徴として書かれているとすれば、それは仏教的な無常観や空の思想とも響き合っている。このようにグランブーケにはキリスト教的象徴主義の枠にとどまらない多文化的超宗教的なビジョンが広がっている。それこそがルドンが象徴主義の画家と呼ばれつつも同時に普遍的精神の画家とされるゆえんなのである。三菱一号館美術館においてグランブーケが高級展示されていることには特別な意味がある。この美術館は19世紀末の英国建築様式を模して再建された空間であり、その赤レンガと柔らかな自然光がルドンの色彩と完璧なハーモニーを奏でる。サロンを模した展示室に飾られたグランブーケはまるで100年以上前のパリの邸宅に迷い込んだかのような錯覚を与えてくれる。また、この作品がかつて一組であった他の装飾パネル群から離れて単独で存在するようになった今、そこには一幅の絵画としての強度が際立つようになっている。本来、壁面装飾の一部として構想された作品が、現代においては美術作品として鑑賞される。そこにあるのは時代と形式を超えた芸術の自立である。このように、ルドンのグランブーケは、19世紀末の象徴主義と20世紀以降のモダニズム、さらには東洋と西洋、精神と装飾の間を自在に横貫する、極めて得意な作品である。それが今、日本の東京、丸の内という現代都市の中心で、常設展示されていること自体が、一つの美の再生であるとも言えよう。色彩は私にとって内なる声である。ルドンは生涯を通じて視覚芸術において見えないものを描こうとした。目に見える対象を写し取るのではなく、内なる響きや精神の震えを形と色彩によって可視化する。それが彼の芸術の本質だった。グランブーケはそうした彼の表現思想の集大成である。そこには自然があり、夢があり、魂の沈黙と祝祭がある。花束という主題の背後に広がるのは、単なる花伸びではなく、人間精神の花開き、なのである。そして私たちは今、その巨大な花束の前に立つとき、100年前の沈黙の奥から確かに響く、ルドンの内なる声に耳を澄ませることになる。それは視覚を超えて、感情や記憶、あるいは祈りの領域にまで届く響きであり、まさに現代に蘇った原子の形なのである。